ニジマライブスクリプトでできるモデルの新しい表現。振り向くと尻尾がサイドが変わったり、ランダムなタイミングで尻尾の動きが再生されたり、顔の動きで眉を上げるとこういうモーションを再生させたり、眉を下げるとまた別のモーションを再生させたり、こちらにありますこのスクリプトマネージャー、こちらにあるコードエディター、こちらが配布データの中に入っているコードになりまして、今回はこれを丸ごと書くわけではなくて、その中に入っている機能を1個ずつご紹介していくという感じになります。まずはスクリプト入門。スクリプトはニジマライブに指令を伝えるための指令書のようなものです。内容はスクリプト言語という実行が簡単なプログラミング言語で、記載されています。モデル .motion、なんとなくわかるんですよね。モデル .motion のスタート。モーション再生っぽい指令になっていますね。何が起こるかを一緒に見てみましょう。このテストというものを本にしてみますと、このように先ほどの1行の指令は稲穂の尻尾のモーションを再生させるための指令になっています。このような指令をたくさん書いて、普通ではできないような方法でモデルを制御できることがスクリプト機能の強みになっています。初めてスクリプトに挑戦する方のために、今回はコードの設計から一緒に考えてみましょう。一度日本語で流れを書いてみると整理しやすいです。瞬きで尻尾のモーションを再生させてみましょう。つまりトラッキングのパラメータで目の開閉を示す数値が0になったら瞬きしたと判断して良いということで、もし目の開閉の数値が0になったら丸盤目のモーションを再生してということになりますね。このブリンクっていうのをオンにします。オンにすると目を閉じるほど多分ずっと0が出ていると思います。ニジマライブ側で今の目の開き具合を記録して、リアルタイムでトラッキングされているものがこういう感じだとログが延々と更新され続けるということになりましたね。で、今から実際に関数を実行してみましょう。注目していただきたいのがこのモーションリストでこの06でこのブリンクをオンにします。今は何も起きません。マウスはここに置いています。では目を瞬きします。このように瞬きするとこのモーションが走ったことがお分かりでしょうか。仮定は難しいかもしれませんが、このプログラミングの知識がそこまでなくても実質7行だけで瞬きでモーションを再生させるスクリプトが書けるようになります。顔の向きを変えると尻尾の向きを変えてくれるようなスクリプトを書いていきたいと思います。実際にこの尻尾を変えてくれる仕組みもモーションを再生しているだけです。で、まずはもし右を向いたらですね、リファレンスで見ることができまして、右側のメニューからライブパラメーターズを選んでいただいて、じゃあ今回は左右の向きにしましょう。このパラムズヤオをコピペしていきましょう。この値どっちが左かどっちが右を向いているのかを確認するのはこのニジマライブの画面で確認することが可能になっていまして、具体的にはこのパラメータ設定の中で顔の左右の動き、ここにカーソルを合わせると ID が出てきます。例えばここはヤオって出ていまして、中の人が顔を左に向くとこの数値がマイナスになっていて、リアルに右に向くと数値がプラスになっていきますね。これで整理するとリアルタイムのトラッキング数値を記録する変数を作りました。で、この変数をマイフレーム、つまり1秒に60回ニジマライブ側で渡されたこのトラッキングされた数値をここに記録しています。顔を向かって右に向けた状態だったらコンソールログ、まずは顔を向かって右に向けましたというログを出して、確認用に出す。管理番号インデックスが15番目のモーションを再生してくださいということになりますね。今ここで出会った問題は2つありますね。まずは尻尾がもう左に向いたらこのモーションを再生しないでほしいという条件と、あと例えば配信するときにずっと顔がこっちに向いているときもありますでしょう。これを一回顔を向いてこの尻尾が左に行ったらもうこのモーションを再生しないでほしいというこの2つの条件が足りてないので、今こういう変なことが起きています。条件を足していくことで問題を解決していきましょう。最後に一つだけご紹介するのがランダムなタイミングでモーションを再生するというものになっています。今まで使ってきたこの条件式というのはリアルタイムでニジマライブが取ってきたトラッキングのパラメータの数値をここに使っていますね。例えば顔の振り向き値が25を超えたら、例えば目の開閉の値が0になったらっていうのがなってるんですけど、今回は時間を条件式に使ってみましょう。時間を